の正月のバリ旅行で初めてのリッツ・カールトンバリを紹介したいなと意気込んでいたのですが、その前にトコトコくんのスーツケースが乗り継ぎ地のシンガポールに置き去りになってしまったというコストバレージの話をしたいと思います。僕自はこんな感じでいこうと思います。今回のロスバゲでは本当にエアタグのありがたみを痛感しました。このあたりも語っていきたいと思います。私は海外旅行も海外出張もそれなりに行きましたが、私自身のロスバゲの経験はなく、アメリカの国内面で20年前ぐらいに同行者のスーツケースが届かなかった経験があったくらい。最近の空港はバーコードできっちり預け入れ荷物もトラックされているようなことをテレビでも見ていたので、まさかロスバゲするとは思わず、実際ロスバゲの発生率はどうなっているのか、サクッとコパイロット君に聞いてみました。やはりタグの精度が向上して、20年で発生率は3分の1程度に大きく減少し、1000件あたり7件程度ということで、なかなかの確率を今回は引き当ててしまいました。今回のロスバゲの原因を考えてみたのですが、一番の要因はやはり短時間乗り継ぎをしたことにあります。昨年の正月のバリ旅行の動画でも話をしたのですが、日本から唯一のバリ直行便のガレルダインドネシア航空では、発着が成田であることに加えて、袋が深夜発のレッドアイなので、せっかく寒い冬を暖かいビーチリゾートで過ごしても、帰りが深夜0時発の飛行機で、人になって帰ってくることになってしまうんですね。なので、私たちは今年の正月は、日中の時間で最短の乗り継ぎでバリに行けるよう、シンガポール航空でシンガポール乗り継ぎ便にしたわけです。今回の乗り継ぎは、行きが55分、帰りが1時間というなかなか心配になってしまう乗り継ぎで、かつ乗り継ぎ地のチャンギ空港では、ターミナル移動を伴う乗り継ぎだったのですが、人間の移動に関しては、さすが世界に誇るチャンギ空港。ターミナル間の移動はスカイトレインでとってもスムーズ。最初にチェックインする空港では、当然乗り継ぎのゲート番号はまだわからないのですが、機内モニターで乗り継ぎ地に近くなると、乗り継ぎ便のゲート案内が機内で確認できて、空港の地図で動線の確認までできて楽ちん。無駄に乗り継ぎ時間がないのは本当に便利で、ゆっくり歩いてトイレに寄って、ゲートに着いたら、もちもち搭乗返すというほぼストレスのない乗り継ぎではありました。ただ荷物については、今回預けた2つのスーツケースのうち、大きい方が結果的にはターミナル間の移動ができなかったということになります。同じタイミングでチェックインして、なぜ一つは OK で、一つは積み残しになったのか、本当のところは闇の中ですが、思い返すに、スーツケースに告げるタグの貼り方の問題だったかも、と思いました。シンガポール航空は羽田空港でも自動チェックインを機械で行い、搭乗券と預け入れ荷物用のタグを自分でつけてカウンターで預けるという流れですが、うまみちゃんはタグがうまくつけられず、カウンターのスタッフにつけてもらったのに対して、私、トコトコくんは自分でつけたのですね。帯のようなタグシールとは別に、小さいバーコードのついたシールが3枚ついているのですが、これをスーツケースの3面に分けて貼るのを別の航空会社で見ていたのですが、どうも預け入り時点ではそのままセットで置いておくのが正解のようです。乗り継ぎ便での荷物チェックの際に使うようで、これを先にスーツケースの各面に貼ってしまったのが、なんとなく原因かなと思っています。正しい貼り方が未だにわからないので、乗り継ぎ便の時は航空会社のスタッフさんに貼ってもらおうと思ったのでした。カンニング竹山さんのトークライブに行った時に、アメリカにアメフト観戦に行った時にやはりロスバゲになって、その時にエアタグがとても役に立ったという話を聞いて、我が家でもエアタグを導入しました。毎回旅行の時は手荷物に入れていたのですけど、今回のバリは特に短時間での乗り継ぎということで、もともと気になっていましたが、
シンガポールからバリに行くときに、チャンギ空港内で2つのスーツケースに入れたエアタグが離れ離れになっていたので、嫌な予感はしていました。実際に電波サール空港に到着した時点で、ワンちゃんのスーツケースは空港内で反応が出るのですけど、私のスーツケースのエアタグは1600キロ離れたチャンギ空港のまま。これ、荷物がないことがわかるだけじゃんという声もありますが、実際に何に役に立ったかというと、電波サル空港でロスバゲの手続きがとってもスムーズにいったということです。普通のロスバゲでは手荷物受け取りのターンテーブルの前でずっと待って、同じフライトに乗っていたであろう乗客がどんどんいなくなって、それで手荷物クレームのカウンターに行っても、遅れて出てくるかもしれないからもうちょっと待ってみてということで、面倒な手続きをなかなか受け付けてくれないわけです。その点、エアタグがあると何分前にどこで反応したかがわかるので、明らかにこの空港に荷物来てないでしょというのがはっきりわかり、無駄に待機することなく、ショットとロスバネのクレームをして、次の行動に移れるわけです。これ何気にとても貴重です。クレーム手続き自体にも時間がかかるわけで、今回のロスバゲでもエアタグのおかげで初動が早かったというのが一番ありがたかったです。さて、エアタグのおかげでロスバゲしていることの証明はできたのですが、デパサル空港には各エアライン共通のクレームカウンターとは別にシンガポール航空のみの専用カウンターがありました。共通のカウンターは夜の時間で窓口に1人しか係員がおらず、2人すでに並んでいて、窓口で手続きしていた人もずっとクレームというか押し問答をしている様子だったので、専用窓口ですぐに受け付けてくれたのはありがたい対応でした。ロスバゲを受け付けた時点で、シンガポール航空からの保証として、750万ルピー、約7500円を現金取っ払いでいただきまして、その後の荷物のトラックができる専用サイトへのアクセスコードをいただきました。また、荷物を探すという意味では、エアタグのロケーション情報を第三者と共有できる仕組みがありますが、シンガポール航空のロスバネ受付サイトでエアタグのリンク情報を登録できる仕組みがあり、荷物の写真などもアップロードできる仕組みがあります。エアタグとは別に乗り継ぎ便で海外に行くときは、念のためスーツケースの写真を撮っておくというのも大事だなと思いました。また、見つかった手荷物の配送先も時間単位で登録ができました。今回の私たちの場合、到着が夜の7時近かったので、初日は空港直結のホテルで一泊し、次の日にリッツに移動する予定にしていたのですが、これをそのままサイトに登録することができました。さて、手荷物の捜索状況ですが、シンガポールから電波サールまでのシンガポール航空でのフライトは1日6便あるので、私たちはすぐ次の便に荷物が乗るかもと、エアタグとロスバゲサイトを何回もチェックしていましたが、結局当日中には移動した反応がなく、そのまま就寝。次の日も朝食時点でステータスの変更はなく、地の道のままではさすがに南国はきついので、ちょうど6時間の手荷物遅延が確定したこともあり、次にご説明するクレジットカード付帯の手荷物遅延保証を使って、マリにも進出しているユニクロで服を買おうと思っていました。で、ホテル出発前に念のため最後にサイトをチェックしましたが、まだ捜索中との表示。ただ、エアタグを見たら、電波サール空港に反応があったので、これは配送される前に空港で荷物を回収した方が良さそうと、空港のクレームカウンターにまた行ったのでした。ここでもロスバゲル受付番号では捜索中になっていたのですが、エアタグの反応画面を見せて、この空港にあるんだから受け取らせてよと交渉した結果、エアタグが示す場所まで空港裏の職員通路で案内してもらうことができました。これもエアタグのリンク情報をサイトで登録していたことが大きいと思われ、エアタグがなかったら結局いつ荷物が届くことになったのやらと、再びエアタグに感謝するとことごくんなのでした。最後に、今回のロスバゲで初めて手荷物遅延保証を活用してみましたので、そのあたりの体験をお話しします。
私は常時使うクレジットカードが約4枚、その他で4枚程度あるのですが、海外旅行障害保険は全部についていますが、手荷物チェーンの保証がついていたのは2枚だけ。アメックスのマリオットボンボイプラチナと、ボンボイプラチナが昨年8月に解約されたので、代替で加入していたアメックスの入光アポロプラチナだけでした。しかも、ボンボイは利用付帯で、航空券は別のカードで決済していたので、保証がつかないという事態。ボンボイ年会費も高いのに使えねえ。絶対更新しないでやめてやると思っていたのですが、5万ポイントで引き止められたので、もう1年続けることにしたのは別の話。今回のロス曲げでは自動付帯になっていたアメックスの入光プラチナで保険請求することにしました。当日の夜にクレジットカードの保険請求カウンターに連絡しようとしたのですが、サイトに載っているインドネシアの電話番号は電話が通じず、番号が変わったか窓口閉鎖になっていたのが更新されていないと思われました。およその請求手続きや必要書類はいろいろなサイトや AI 検索レベルでも調べられるので、カード会社への事前連絡を諦めました。日本に帰国後、保険金の請求でカード会社に連絡したところ、サービス提供している損保ジャパンのコールセンターに誘導されましたが、これがいまいち。いろんなカード会社に付帯保険を提供しているからだと思いますが、私からの電話に対して、明らかに利用付帯を前提とした質問で、私のカードは自動付帯だと思うのではと伝えると、カードごとの条件は当方ではわからないのでとおっしゃる。だから最初から利用付帯前提の説明は不誠実で、よく調べていない人はここで諦めてしまうこともありそう。保険会社の不払い姿勢の一端を見た気がしました。とはいえ、一度コールセンターで受付してもらってからはスムーズ。書類が送られてきたのですが、提出を含めたやり取りを LINE で行うことができ、バリでのレシートが QR データだとお伝えしたら、LINE 店舗の形で提出手続きができ、特に商標書類は印刷の手間をかけず、LINE で完結しました。支払いも迅速で、後日知らない金額を確認するハガキもきっちり送られてきました。結局、どの保険でも言えることですが、自分が加入している保険での権利や請求条件は自己責任で確認して、請求できるものはしっかり請求するということですね。今回の私は、結局買い出しに行く前にエアタグのおかげで荷物が見つかり、空港で受け取れたので、実質ロストしていた時間は半日程度。保険請求したのも到着当日に空港で緊急購入した T シャツだけだったので、手続きが早かったのかもしれません。さて、ロスマニの体験談いかがだったでしょうか。今回1000人に7人の確率を引いてしまったわけで、大半の皆さんには無用の情報かもしれませんが、話の種として楽しんでいただけたのなら嬉しいです。次回はいよいよ初めてのリッツ・カールトンバリで最上階のザ・スカイでの宿泊リポートをする予定です。お楽しみに。